ベルベル人の駒澤です。本日も YouTube で商品紹介の方させていただきます。お問い合わせとご購入はベルベル人のウェブストアにお願いいたします。これから紹介する商品が12月の14日夜21時に掲載される商品です。詳しくは概要欄に書いておきますのでご確認ください。本日も T シャツから紹介させていただきます。まずはじめにフルーツの無地 T ですね。80年代頃でサイズ表記が XL です。で、フロントにワンポイントポケットがつくんですが、こちら角ポケですね。で、ポケットの上にワンポイント、ピンホールが1箇所ございます。で、全体的に、日焼け等ありますが、まだまだ着用はしていけるコンディションなのかなと思います。で、XL 表記ですね。かなり大きめで、僕全然ゆったり着用できるかなと思います。こちらの無地 T6800 円と消費税です。続いて、スヌーピーの T シャツです。こちらタグがアーテックスのサイズ表記がミディアムになっております。5050のボディですね。グレーボディでフロッキープリントでスヌーピーがプリントされております。可愛らしいですね。で、バックはプリント無地になっております。サイズ表記ミディアムで自分がジャストサイズか気持ちゆったりくらいで着用できるサイズ感かなと思います。こちらのスヌーピーの T シャツも6800円と消費税です。続いてバンドの T シャツですね。こちらのタグ、サイズ表記がラージサイズになっております。白ボディでビートルズの T シャツですね。レッド・イット・ビーの時のものです。で、こちらいいのが、フロントもフォトが入っててグラフィックかなりいいんですけど、バックにモノクロで、こちらもフォトのプリントが入りますね。両面のフォトかなりいいと思います。で、白ボディで、サイズも大きめ。ラージ表記ではあるんですが、僕全然ゆったり、かなり大きめに着用できるかなと思います。こちら袖裾シングルですね。こちらのビートルズお値段が19,800円と消費税です。続きましてレッドドラゴンですね。タグが M&O です。サイズ表記が XL になっております。ブラックのボディでレッドドラゴンのロゴが入りますね。シンプルで2002年のコピーライト入りです。その他プリント入らないですね。バックプリントもなしです。2002年のコピーライト付きなので袖と裾はダブルで縫われておりますが、身幅がたっぷりあってかなりいいシルエットのボディだと思います。シンプルめなデザインお好きな方おすすめですね。9800円と消費税です。続いてこちらとスペシャルですね。こちらタグはフロントの方は欠損しているんですが、こちら下ですね、チャンピオンのランナーズ、かなり古いタグがつきます。で 100% コットンで染み込みプリントが4段で入るフットボール T シャツになるんですが、この極上の雰囲気ですね。プリントが染み込みとかじゃなかったとしても、もうこの、染み汚れ具合だったりこのダメージ具合めちゃめちゃかっこいいと思いますね。袖口も両袖ともこのかなりパンクして穴が開いてる感じで、ネックのほつれ具合とかもかなり完璧ですね。極上です。はい、これでボロボロのデニムとか合わせてあげてももちろんかっこいいと思うんですが、あえてきれいめな黒のスラックスとかで整えてあげるとかっこいいと思いますね。僕かなりゆったり着用できるサイズ感です。こちらでお値段が39,800円と、消費税です。続きまして、こちらの T シャツです。タグはすいません欠損してます。ブラックのボディで、袖がシングル、裾もシングルのボディですね。で、こちらちょっと自分も分からなくて調べてみたんですが、ちょっと、先輩に聞いたんですが 16V っていう、バンドの T シャツらしいですね。でバックにもそのロゴ、がプリントされております。でシンプルにこの、鉄砲を持っているこの女性のグラフィック、アニメのようなこの絵かなりいいですね。サイズも XL くらいありますね。身幅もしっかりあるボディです。シングルシングルでちょっとマイナーどころだと思うんですが、お好きな方ぜひ。12,800円と消費税です。続いてスペシャル T シャツですね。 3P フォローです。タグがジャイアントの刺繍タグですね。こちら、サイズ表記が、ラージサイズになっております。でブラックのボディで 3P フォローかなりグラフィックいいですね。99年公開の、ティム・バートン監督で主演がジョニー・デップですね。シザーハンズと同じキャスティングで、もうかなりいい映画だと思います。はい。
こちらのこのグラフィックもかなり珍しくて、かなりインパクトあってかっこいいかなと思います。ラージ表記ですが、こちらも身幅かなりあります。 XL くらい実寸でありそうですね。3P フォローです。ティム・バートン好きの方、ぜひおすすめです。お値段がこちら 49,800 円と消費税です。続いてベースボールシャツですね。こちら40年代頃のベースボールシャツかなと思います。で、ウールの素材で、ボタンが猫目ボタンですね。猫目のボタンが採用されております。でこちらもかなり雰囲気系ですね。もう全体的に、シミ汚れが、ウールの色味とかなりマッチしてるんですが、フロントだったりバックにも、かなりシミ汚れがあります。ですがボディの、ダメージっていうダメージはかなり少なくて、物としてはまだまだ着用できるんじゃないかなと思います。でこの年代ですがかなり大きめですね。もう SML とかでいうともう XL くらいあるんじゃないかなっていう大きさです。こちらのベースボールシャツですね。お値段の方がこちら 19,800 円と消費税です。続いてラルフローレンのすいません、こちらブルックスブラザーズですね。こちらサイズ表記が XL になっております。でボタンダウンの仕様でストライプですね。白と、水色のストライプになっております。で後ろにも、同じように柄が入ってかなりコンディションはいい個体かなと思いますね。こちらもでサイズ表記こちらも XL ということがあって、僕ダボっとかなり大きめに着用できると思います。春先とかですね、こういうシャツにショーツとか合わせても、かなりおしゃれかなと思います。お値段が 5,800 円と消費税です。続いてこちらがラルフローレンのシャツですね。サイズ表記がラージサイズになっていて 100% リネンの個体です。でブラックのベースで、ボタンダウンでワンポイント、こちらパープルでポニーがいますね。こちらもざっくりですが全体的にコンディションは綺麗かなと思います。でサイズ表記ラージサイズで自分がダボっと着用できるいいサイズです。この辺もやっぱりブラックってなると数全然出てこないかなと思います。お値段の方が 6,800 円と消費税です。続きましてシャンブレーのシャツになります。こちらタグが切られてしまっておりますね。で隣の、タグもちょっと表記は読み取れなくなっちゃっております。ですがこのボタンですね、ビッグマックのボタンが採用されているのでブランドネームは、ビッグマックで間違いないかなと思います。おそらく80年代頃の、シャツだと思うんですが、肩トリプルのステッチが採用されていたり、ちょっと古いディティールが使われていて、いいですね。で全体的にちょっとシミ汚れっぽいものがあったりだとか、使用感はありますね。このブリーチ飛びとかもあります。ですが、シャンブレーもこういうシミ汚れだったりこういうワークシャツは相性いいかなと思いますね。でサイズも比較的大きめです。 XL くらいあるかなと思います。僕かなりダボっと着用できるいいサイズ感です。こちらのシャンブレーシャツがお値段 7,800 円と消費税です。続きましてリーのチェトパですね。サイズ表記が16になっております。でこちら襟芯も入らなくて50年代頃のシャツですかね。で裾にこちらマチがつくタイプです。で色味が、ちょっとカーキっぽいようなベージュっぽいような色味ですね。で比較的こちらざっくりですがコンディションは綺麗な個体かなと思います。でサイズ表記が16というのがあって、僕がゆったり着用できるくらいのサイズ感になっております。コットンのこのシンプルなシャツ、こういうのも着ていたらおしゃれだと思います。値段が 9,800 円と消費税です。続いてこちらヘラクレスのシャツですね。こちらも50年代頃の個体ですかね。でボタンが猫目ボタンです。ワークシャツもいいですね。でこちらもマチ付きですね。でグレーの、うっすらパープルがかったようなグレーですね。でこちらも全体的に、ざっくりですがコンディションはいいと思います。目立つようなダメージとかも特に見当たらないですね。でこちら、サイズがスモールサイズくらいですね。自分がジャストサイズくらいで着用できるシャツだと思います。着丈もそこまで長すぎなくて着やすいかなと思いますね。こちらのシャツで、お値段が 6,800 円と消費税です。で続いてこちら、ミッキーのパジャマシャツですかね。こちらのタグがつきます。で、青ベースでミッキーが総柄でプリントされているんですが、
この襟元にはこういう顔のミッキーがいたり、このフロントには斜めでちょっと変な顔してるミッキーが入っていたり、左サイドはもうでっかくミッキーで、袖もミッキーっていういろんなミッキーがプリントされてて、これかなり、可愛らしいですね。色使いも綺麗ですし、袖にも、カフスがつかなくて、なんかパジャマとして、使ってたら、女性の方とかかなりいいかなって個人的には思います。サイズもゆったりめなサイズですが、着丈も長すぎなくて、かなりいいシルエットだと思います。こちらのミッキーのパジャマシャツですね。お値段が7800円と消費税です。続いてラルフローレンのウエスタンシャツです。こちらサイズが XL になっております。でブラウンと、白と緑の配色でネルのウエスタンですね。これもざっくりですがコンディションはかなりいいと思います。後ろもですね、目立つような汚れやダメージは一切ないです。はい、でサイズ表記が XL で、これも僕はダボっと着用できるサイズ感になっております。こちらのネイルブラウンベースですね。お値段が6800円と消費税です。でこれもブラウンベースのネイルシャツ、ブランドがファイブブラザーですね。サイズがミディアムサイズで、ブラウンと白とオレンジと緑ですね。これもかなりいい配色だと思います。色使いもいいですし、70年代頃のシャツだと思うんですが、コンディションがかなりいいですね。サイズ全然チーミーも出てなくてミディアムの表記ですが、僕結構ダボっと着用できるサイズ感かなと思います。開けて中に無地 T とか着て、かっこよく着てほしいです。お値段が5800円と消費税です。続きまして、オンブレのシャツですね。レイヨンのオンブレシャツです。こちらブランドがアローになっておりますね。 100% レイヨンです。でこちら襟芯も入ってて70年代頃ですかね。襟も大きめです。でボタンがこういう感じでシェルボタン使われていていいですね。でネイビーベースですね。で白と緑のオンブレになるんですが、これも、チェックの大きさだったりオンブレの入り方もいいなと思います。でレイヨンシャツやっぱり袖口が破れちゃったりっていうの結構多いんですが、こういう多少のシミ汚れくらいでコンディションは比較的綺麗かなと思います。今やっぱりこの70年代頃のオンブレシャツだったり、70年代頃のシャツっていうのは結構お値段の方、近年上がってきてるのかなと思います。70年代も、値段がかなり上がりきってしまう前にお早めに、行った方がいいのかなと思います。しっかりシルエットはボックスですね。配色もいいオンブレです。お値段がこちら、15,800円と消費税ですね。続きましてバンズのスニーカーを一足紹介させていただきます。70年代のバンズですね。こちらのインソールで、ピスネームの方ですね、レジスターマークが入らない、70年代頃のバンズになっております。でこちらサイズが、こちらですね、13の表記になっております。13です。で形がエラですね。ブラウンとベージュのツートンのカラーのエラになっております。でヒールパッチも、多少すり減ってはいますが、まあユーズのコンディションとしては状態はいい方かなと思います。アウトソールもですね、こちらも、使用感はありますがまだまだ履けるコンディションだと思います。サイズが13ということもあってかなり大きめのサイズ感ではあるんですが、オールドスケートとかお好きな方であればこういう大きめのサイズ抵抗ない方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。じゃあ70年代のパンツですね。お値段の方がこちら25,800円と消費税です。続きましてスウェットを紹介させていただきます。こちらタルテックスボディでサイズがラージサイズですね。もうタグ触った感じ、もう水通ってないデッドストックのコンディションです。でツートンのカラーリング、パープルとリブがグレーですね。袖のリブのみグレーの切り返しになっております。派手なツートンのカラーリング、もう結構入ったんですが、このグレーとパープル、まだツートンのカラーリングだとかなり着やすいかなと思います。でサイズ表記ラージ、チーミ全く出ていないので僕だとかなり大きめにダボっとなるサイズ感です。こちらお値段の方が7,800円と消費税です。で続きまして、こちらドジャースのスウェットになります。でチャンピオンボディですね。5050のサイズがラージです。でネイビーボディでロサンゼルスドジャースとプリントが入ります。でコピーライト87年で載ってますね。でネイビーボディで、このラグランスリーブでコンディションも、目立つような汚れだったり破れっていうのはないかなと思いますね。でこのひび割れめちゃめちゃかっこいいと思います。
でサイズ表記がラージサイズですね。自分が気持ちゆったりくらいで着用できるサイズ感だと思います。じゃあドジャースのスウェット、お値段が7800円と消費税です。続いてリバースウィーブですね。こちら90年代のサイズがラージサイズになっております。アメリカ製で、このビビッドなカラーリングの、ピンクですね。でフロントにワンポイントで C マークが入ります。でうっすらこういう感じで、ちょっと肩の部分にかけてシミ汚れが、あったり、このブリーチ飛びですかね、お腹のところに飛んでいたりというようなコンディションではあります。で全体的にかなりサンフェードしていますね。もう少し、コンディションのいいものだと発色が綺麗なんですが、こちらのこの雰囲気あるような色味もかなりいいかなと思います。サイズ表記ラージサイズですね。自分が結構大きめに着用できるサイズ感だと思います。こちらリバースウィーブ、お値段が12,800円と消費税です。で続きまして大人気のブラックですね。サイズ表記がラージサイズです。でフルスナップの形でワンポイント C マークが入ります。このフルスナップの形とかだと着丈はちょっと長めな作りになっているので、ラージサイズがやっぱ一番人気のサイズ感かなと思いますね。でこちらも多少の日焼けはありますが、全体的にかなりコンディションは綺麗かなと思います。サイズがラージサイズで自分がダボっと着用できるサイズ感になっております。こちらフルスナップのブラックです。お値段が29,800円と消費税です。で続いてもリバースウィーブなんですが、こちらサイズが 2XL のアメリカ製です。で NBA のワッペンが貼られていますね。かなり活かしたワッペンのものなんじゃないかなと思います。でこちら刺繍も入っているのでオリジナルのもので間違いないと思います。ちょっとお腹の部分、うっすらシミ汚れとありますが、これも気にならない方多いかなと思います。でバックはプリント無地ですね。この辺の NBA だったりちょっとチームもののリバースウィーブとかメキシコ製でかなり見る気がするんですが、じゃあアメリカ製でこういうプリントっていうのはかなり嬉しいポイントかなと思います。2XL でかなり大きめのサイズ感ではあるんですが、ダボっと着てあげてもかっこいいと思います。お値段が15,800円と消費税です。続きましてこちらの90年代サイズがラージですね。アメリカ製の個体でグレーボディで青のラバープリントが3段で入ります。こちらもお腹のところちょっとシミ汚れがついちゃってるかなっていうような、コンディションになっております。でバックは無地ですね。はい。でサイズラージで自分がゆったり着用できるいいサイズ感です。こちらのプリントのお値段が12,800円と消費税です。で青のプリントがもう1着ですね。こちらは XL サイズになっております。アメリカ製ですね。でこの字体ちょっと細めの字体でおしゃれかなと思います。でこちらはコンディションかなり綺麗ですね。まだボディも肉厚ですし、目立つようなダメージ汚れも一切ないですね。サイズ XL で僕はダボっと着用できるサイズ感になっております。こちらも同じく12,800円と消費税です。でこちらですね。今回のリバースで僕が一番好きなリバースです。サイズがミディアム、80年代ですね。グレーボディで赤のラバープリントで3段入るんですが、このアーチアイオワステイトユニバーシティ、これもかなりいいプリントですね。もうアーチの感じ、もうサイズ入る方、ジャストサイズで着用できる方、かなりおすすめです。女性の方はゆったり着ててもいいですね。このもうパッと見でこのアーチのバランスかなりいいかなと思います。ミディアムサイズで僕がジャストサイズが気持ちゆったりくらいの大きさかなと思います。80年代のリバースウィーブ、お値段が15,800円と消費税です。続きましてこちらですね。同じく80年代でサイズ表記がラージサイズになります。グレーボディでネイビーのラバープリントで2段です。いい感じにプリントが割れてますね。この横に割れてる感じもかっこいいかなと思います。でバックプリントは無地ですね。こちら多少、リブがちょっと伸びてたりっていうのはありますが、ボディのコンディション目立つようなダメージや汚れっていう部門でいくとコンディションは綺麗かなと思いますね。こちらも僕がダボっと着用できるいいサイズ感です。右袖のリブの部分ですね、1箇所、穴が開いてるんですが、こちら貫通はしてないので、まだまだ着用できるかなと思います。ラージサイズ、お値段がこちら15,800円と消費税です。続きまして、キッズの、リーバイスの、スキーベストなんですが、こちらのタグがつきますね。でサイズの表記はちょっと欠損してしまっております。
でこの黒のコーデュロイの切り返しに対して黒のナイロンの、切り替えですね、かなりかっこいいかなと思います。でリーバイスのピスもこちらにつきますね。で状態もピンピンで、もう全然抜けとかもないですね。もうパンパンに詰まっております。でちょっとサイズ感なんですが、ちょっと僕は分からないですが、小学生、低学年くらいの方ですかねが着用できるサイズ感かなと思います。こちらのベストでお値段が6800円と消費税ですね。で続きましてホワイトソックスの、ジャケットになるんですが、スタータージャケットサイズ表記はラージサイズになります。でブラックでこちらにソックスと入っていて、肩にもホワイトソックスのワッペンが入ってますね。シンプルですが、この重要なパーツが揃ってるっていう感じですかね。黒ボディで状態もかなりいいです。でサイズもラージサイズで、僕かなりダボっと着用できるサイズ感になってるかなと思います。スターターのホワイトソックスですね。お値段がこちら25,800円と消費税です。続きましてパタゴニアのグリセードですね。こちらハーフジップの個体になります。で内タグですね、こちらについております。ちょっと年数の方は見えなくなっちゃってるんですが、サイズがラージサイズです。で小豆色とこのブラックに近いモスグリーンのような色味ですね。で、状態ざっくりですが、いい方なんじゃないかなと思います。多少ジップのこういうよれだったり、このフロントのポケット周りのフリースが若干寝ちゃってたりはあるんですが、この肘裏とかもコンディションはかなり綺麗かなと思います。裏面も状態は綺麗そうですね。結構フルジップでお探しの方もいると思うんですが、このプルオーバーのタイプも着てみるとかなり、かっこいいかなと思います。サイズラージサイズで自分かなり大きめに着用できるサイズ感ですね。グリセードかなりあったかいフリースです。こちらお値段の方が39,800円と消費税です。で続きまして鴨柄の、ジャケットになるんですが、タグがこちらですね。70年代頃の個体だと思います。サイズがミディアムサイズです。でこの鴨柄でカバーオールのような形でこの、バックの方にポケットもつくハンティングのような仕様になってる、ジャケットです。こちらも多少の使用感はありますが、全体的にまだまだ着用できるコンディションだと思います。襟がこのブラウンのコーデュロイの切り返しになっててミスポケットの形ですね。サイズミディアムサイズで、自分こちらちょっと大きめに着用できるサイズ感だと思います。こちらのジャケットで、お値段が9,800円と消費税です。続きまして USMA のカデットコートですね。こちらタグがまだ残っていて USMA のワッペンがついてます。79番ですね。でこちらジップが、グリッパーのジッパーが使われています。でフードにも、こちらのジップが使われていますね。で、コンディションはこちらもかなり綺麗な個体かなと思います。でサイズも結構大きめですね。自分がダボっと着用できるサイズ感になっているかなと思います。こちらのカデットコートでお値段が19,800円と消費税です。続きましてショットですね。こちらタグがショットの牛タグです。80年代頃ですね。でサイズ表記が44です。結構いいサイズだと思います。でブラックでジップがこちら、ロビンのジップが使われていますね。で全体的にコンディションちょっとレザーにこういう汚れっぽいものがついていたりはするんですが、コンディションはこちらもまだまだいい方かなと思います。でサイズ44、ちょっとさすがに僕だと大きいサイズ感にはなっちゃうんですが、体格のいい方こちらもジャストサイズで着用しているとかなりかっこいいと思います。80年代ですね。ショットお値段が29,800円と消費税です。で続きましてこちらですね、アンジェ3になります。アンジェ 3A のこのボアを取った形ですね。アンジェ3です。こちらジップがこの字の目のジップですね。ジッパーエンドが40年代頃です。でこちらポケットがこの掛けボタン式のタイプになるんですが、こちら、右側ですね、ちょっとボタンが欠損してしまっております。でリブ周りコンディション多少ポツポツと、穴がありますが、この辺は、この程度であれば全然許容範囲内かなと思います。
で後ろですね、ちょっとレザーが剥がれちゃっててっていうようなコンディションではあります。ですがこちらも、まだまだ着用自体はできる、コンディションだと思います。でこちらサイズなんですけど、実寸で、38くらいですかね、自分が大きめ、気持ち大きめくらいで着用できるサイズ感になるかなと思います。こちらアンジェ3ですね。全然出てこない形です。お値段の方が、12万8000円と消費税です。続きまして505のブラックですね。こちらフロントが、ジッパーフライの個体です。で裏地が黒い後染めのタイプですね。でパッチが残っております。3332表記ですね。でこちら、内タグしっかりアメリカ製の個体になっております。全体的に、フェードがかってますが、このグレーのような色味もかなりかっこいいと思いますね。で後ろも、目立つようなダメージとかは特になく、これもまだまだ履いていけるコンディションだと思います。で実寸がこちらウエスト33インチのレングスが32インチですね。ちょっと大きめではあるんですが、背の高い男性だったりロールアップして履いていただいてもかっこいいと思います。お値段が1万5800円と消費税です。続きましてこちら505のブルーの方ですね。リーバイスのジップが使われていて、パッチがウエスト36インチのレングスが32インチですね。こちらオレンジタブがつく個体です。でこちらもしっかりアメリカ製の表記ありますね。で、微妙に毛羽立っていてまだまだ色が濃いコンディションになっております。こちらもこれからどんどん育てていけそうなデニムですね。で裏面も目立つようなダメージだったり汚れは特になく、コンディションは良好です。でこちら実寸がウエストが1インチに出て、ウエスト35インチのレングスが32インチですね。こちらも大きめの個体です。背の高い方おすすめです。お値段が9800円と消費税です。続きまして 101B ですね。リーのデニムになります。ボタンフライの個体ですね。で、サイドに黒タグがつく、個体でベルトループが7本の個体ですね。60年代頃の個体かなと思います。でピスネームも、レジスターのみで、見えづらいんですがまだ残ってます。でポケット周辺も結構ダメージが来てますが、このダメージだったり、この、丁寧ではないんですが、このリペアの感じかなりかっこいいかなと思います。この辺の横糸の感じとか、この違う生地を裏に当ててる感じとかかなりかっこいいリペアですね。逆側の膝の部分とかもかなりかっこいいです。で裾の部分もかなりレングスはオリジナルなんですがかなりほつれてきていますね。で耳はつかないタイプです。こういうダメージ系のデニム、リーバイスとかでもかっこいいの探すの大変ですが、リーでお好きな方も、いらっしゃると思います。かなりかっこいいですね。で実寸がこちらウエスト30インチのレングスも30インチです。僕がちょっと腰で溜めて履くくらいだとかなりいいサイズになるかなと思います。こちら 101B ですね。お値段の方が4万5800円と消費税です。続きまして、こちら 101Z ですね。ジッパーフライの個体です。ジップがグリッパーのジップがつきます。でセンターの黒タグですね。ウエストが38インチ表記です。こちらもベルトループが7本の個体ですね。ウエストがかなり大きめなのでこのポケットが離れてる、この形もかなりかっこいいですね。こちらもピスネームまだ残っております。でレングスもオリジナルレングスでこちらも結構ほつれがありますが、こちら片耳がつく個体ですね。でコンディションなんですけど、こういう感じで全体的にこちらも雰囲気系ですね。色味もちょっと黄色くなっているような色落ちありますが、濃淡もくっきり出ててこれはかなり、かっこいい色落ちしてるのかなと思います。でこちら実寸になると、ウエストが38インチでレングスが30インチですね。サイズバランスかなりいいと思います。ベルトでギュッと絞って履いていただいてもかなりかっこよさそうですね。こちらの 101Z お値段の方が、3万5800円と消費税です。お安いかなと思います。続きましてリーバイスですね。リーバイスの 503BWX になります。こちら、トップフライがちょっとボタンの数が少ないので 503BWX ですね。
でレザーパッチまだしっかり残っております。で赤タブなんですが、赤タブがちょっと欠損しているコンディションですね。しかしこのサイドステッチがこの長いサイドステッチでリベットの文字が中央に寄っているこのディティールから、片面タブの40年代後半のデニムかなと思います。で、こちらの個体なんですが、色味、かなりひげがしっかり出てて、膝の部分ですね、ちょっとリペアが入ってますが、かなり丁寧に叩かれているので、そこまで目立たないリペアかなと思います。で裾の部分は結構色味濃いですね。レングスはオリジナルのチェーンステッチです。でお尻の部分とかも、多少の、ほつれだったりダメージはありますが、生地もまだまだ肉厚で、ガシガシしてますね。まだまだ履いていけるコンディションかなと思います。でこちらの個体なんですが、実寸がウエスト27インチでレングスが32インチですね。ちょっとレングスが長めなので、女性の方とかヒールで合わせていただいたり、この裾部分ロールアップしていた跡がついておりますので、ここの位置でまたロールアップしていただいてもいいかなと思います。503BWX ですね。40年代です。お値段がこちら98,000円と消費税です。続きましてリーバイスのセカンドですね。こちらブランケット付きの 517WX になっております。で、こちら赤タブが片面タブですね。パッチは取れていますが、もう片面なのでレザーの年代で間違いないかなと思います。このブランケット付きのセカンドで、赤タブが片面って、かなり珍しいんじゃないかなと思いますね。でこちらの個体色味がめちゃめちゃいいですね。かなりざらつきあるっていうんですかね、荒々しいような色落ちで、ちょっと黒っぽいような、暗いような色ですね。色がかなり濃いっていう個体ではないんですが、この色落ちの濃淡の出方かなりかっこいいと思います。袖とかポツポツ、ダメージがあったりはするんですが、この襟元も、ノーリペアですし、バックもですね、色かなり濃い個体かなと思います。色味深くてかっこいいですね。でこちらの517なんですが、実寸で38くらいあります。だいたい普段僕36とかで着ることが多いんですが、ブランケット付きなのでこの38くらいで着用してもいいのかなと思いますね。36、38ぐらいで普段着用している方におすすめです。こちらの極上の色味の 517WX ですね。お値段が398,000円と消費税です。今週の土曜日ですね、ベルベージュの、入荷日がありますので、皆さんのご来店お待ちしております。よろしくお願いいたします。